用意スタート。ケイちゃん、こんにちは。こんにちは。ボードのはい、ボードの紹介、K のベストボードのクイーバーを多分教えてくださ今これが一番調子いいでい。す。それ調子いい。これはサイズは？ 55のは 18.38 の 2.30 の、はい、ドライバー 2.0 のい、はラウンテールです。い。ラウンテール、どうですか？ラウンテール、メンヘム。そうですね。最近ラウンテール持ってて、マジで調子いいです。なんかラインももっとなんかホールドもできるし、うん、超調子いいです。超調子いい。それはどこでよく使うの？まあローアーズでも使ってるし、今回、JPSA であ、そうなんだ。試合も試合も終わってからうん、のタイミングでちょっと波上がって、うん、まあ試合は波なかったけども試合終わってからうんこの板乗って調子よくて、ビーチでもターンも切れるし、うん。超調子いいです。なるほどね。それいいね。これかっこいいですね。いっぱいスポンサーついてますね。はい。最近楽天とやばい。ビッグスポンサーついたじゃないですか。おめでとうございます。ありがとうございます。これからこれからですか。すごいですね。ありがとうございます。はい。じゃあまあこれからはい。全部板見せたいので、はい。次のボー次ド。はまあショートボード、これが波があるときはいつもドライバー 2.0 のラウンテールで、はいまあ、たまに最近これもドライバー 2.0 で、はこれはスクワッシュテールなんですよ。い。スカシテールですね。ラウンテールとちょっと違うんですけども、はいこれも最近乗っててマジで調子いいな調子いいね。まあ、最近結構ラウンテール乗ってるけど、スクワッシュもうん。ターンも伸びるし、スピードも調子よくて、スカッシュテールとラウンドテールだとどう違う？そうだね、ラウンテールの方がなんか多分カービングするときなんかもっと長くホールドできるちょっとスムースになるの？と思います。そうなんだ。スカッシュテールの方がじゃあクイックなのかな？そうですね、なんかポケットになんかもっとちょっとタイトにターンできるなるほど。まあラウンテールはもっとターン伸びるみたいな。まあでもこの2本いつも海に持ってってどっちかを乗ろうと、まあ、なるほど。じゃあビーチでもリーフでもそっちのツーボードサーフィンして調子いい方でやるんだ。そうですね。なるほど。もこれ一応今のクイバーでマジックボードってマジックボード、マジックペイントもしてありますね。そうですね。まあ俺はやってないですけども、お兄ちゃんの彼女があ、そうなんだ。マジでジェシーか。ジェスがやってる。あーマジでこんなすごいね、その絵。びっくりするぐらい。うまいね。俺は絵全然描けないです俺は以前描けないらしいです。はい。まあでも次はいははいこれを見せたいんですよね。はい。これはそれは？カーボンラップの、は一応ショートボードとはうん全部5.5.5で、うんカーボンラップのコナミ用の板はうん。インチスモーラーだから5.4ですね。イインチハーフスモーラー。ハーフインチスモールなんだね。 5.4のちょっと幅広くて、これは 18.38 で、うんこれは 18.6 なんですよね。へえ。だから幅がちょっと、超ワイドじゃん。はい、もうコナミのもう血出したとかあ超小さい時、一宮とかもマジで板も走ってたんですよね。あ、なるほどね。こうやって見るとカーボンが違う方向これ何カーボンっていうの？多分じゃあ普通のカーボンラップのテクノロジーみたいな。あ、そうなんだ。はい、うんこれは B2 グラインダー。あ、得意のケイちゃんのそうですね。ベストこれはモデルですね。はい。で今日は波で結構小さくて、うん。最近 H4 の FCS のフィンハマってて、はい。H4。はい。マジでこのフィン速いんですよ。早いんだ。速いし、もうターンも切れるし、まあ、波がこんな小さいとやっぱりサーフィンは早く切れればもう楽しいし、うん。だからこのフィン初めてこの板で使ってみて、う板多分もっと調子よくなっちゃったかもしれないです。ん。なるほど。はい。すごいですね。まあでもこ早いね。れはコンテストボードのマジックのコンテストボードだ。スモールウェーブコンテストにはいベストマッチなんだね。そうですね。もう JPSA の板ですね。JPS なるほど。日本は、まあ、結構小さいけど、まあ、波ある時も楽しいですけど、まあうん。試合は大体小さいからうん。みんなジャパニーズサーファーはうまいから、なるほど。じゃあもうそういうボードが大事なんですね。そう板はいい、まあクイバーあれ小さい板からでかい板に全部あればもう、うん。どうなっても
試合も頑張れるので、なるほど。じゃあそれはもうマストっすね、日本だと。そうですね、まあコナミ用の板もここにあるし、ここには2本ショートボード、うん。いつでもローワーズでも左下がエアセクションあるとき、なるほど。いつでも使えるときに取っておきます。EPS は音ショアでも OK？ そうですね、今回一宮で JPSA やってて、まあちょっと結構だいぶ音ショア吹いてて、でもなんかだいぶいけたっすね。いけた。はい。うーん。まああんな小さいと、普通の板乗れないんですよね。確かに。もうナビがたるすぎで、ね、多分普通の板俺立てなかったかもしれない。立てなかったら。結構小さかったです JPSA は。マジ多分これより小さかったかなぐらい。まあでもこの板やっぱり走ってて、まあちょっと跳ねるけども、まあその跳ねるのところを頑張ってコントロールするんだ。はい、でエアしたりとかするんだね。そうですね、まあそこがトレーニングがなるほど、結構いい感じでトレーニングをいっぱいしてますもんね、K さん。まあ朝の5時ですね。朝の5時からやってますよね。やばいっすね、クレイジーっすね。まあ、一人でやってんの？いや友達で、友達とジムトレーナーの友達と朝からパンプアップしてんの？はい、5時から7時半8時ぐらいですね。じゃあバくない超クレイジーだって。朝 4時半ぐらいからいないもんね、いつもね。そうですね、まあ結構彼女の家もサンディエゴで、たまに泊まりに行く時とか、朝とか泊まりに行くので、次の日とか多分3時半とかに出ないと5時に間に合わないんですよ、まあだからそれもちょっと早めになるほどね、なるほどね、そうですね、まあ、トレーニングも試合に頑張れるので、なるほど。これからケイちゃんあれだもんね、コンテスト優勝してたよね。そうですね、サンクレメンテピアであったプロアマのコンテスト、それ？これっす。それで優勝したんだ。そう、この板マジで小さいと本当に調子いい。一人だけ超リッピンしてたもんね。ワックスはちょっとドロドロだけどドロドロだけどこれはコンテストワックスですね。なるほど。待ってノーズまで塗ってない？いや、ノーズまでここ貼んないと、マジでこけるんですよ。ここに足が来るかもしれない。会社多分俺のエアローワーズで撮ってると思いますけども、そうだね。よくズームすると足ずれるもんね。ズームすると足多分大事だよね。なるほどね。そうでも意外とここにこうノーズまでワックス塗ると、ここ砂ついちゃうんですよ。そうだよね。だって砂あまりさせなくない？そうだから、いやでもここまでなんですよね。ギリギリここまで、そこまで、そこで滑ってスリップしちゃってね、フォールしちゃったらダメだもんね。そう小さい13歳ぐらいの時エア始めたかな、大原宏斗と結構頑張ってて、エア最初多分12歳13歳ぐらいに決まって、ここにワックス塗ってなくて、マジで足滑って、それでもうちょっと怪我しちゃったから。なるほどね。だからそれからもう毎回板全部ここまで塗ってます。そっからじゃあずっとワックス塗ってんだ。はい。K の面白いね、ストーリー。はい。まあヒロトはオリンピックも出るし、確かに頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。メダル取ったらやばいですね。はい。チームジャパンはストロングですね。ストロングですね。次は、コナミ用の板、また、これは新しいテクノロジーで、ライトスピードって言って、カーボンラップは、カーボンが違う方向に行ってるんですけども、ライトスピードは、真ん中だけスリングがついてるんですよね。なるほどね。はい、よく見ると、これがライトスピードの新しいテクノロジーで、ここに。なるほどね。真ん中にセンターだけ入ってんだね。そうです。これ何が違うの？この2本のこっちのやつ。そうですね。まあ僕的には、カーボンラップの方が速いっすね。速いんだ。はい。ライトスピードの方がもっとハイパフォーマンスでもっといい波の方が、まあコナミ用の板だけども、もうちょっと波いい時とか乗るんですよね。このライトスピード。なるほどね。はい。じゃあそれも使い分けてるんだ。そうですね。今回一応一宮の JPSN の時にもこの板で練習してて、そうなんだ。両方どっちでも試合も自信でこれで出ても勝てるなっていう自信あったから。なるほどね。これも最近の板ですね。へえ。すごそうですね。速そうですね。速いです。速いんです。まあ波が小さい時に本当に、まあ僕的にはもうサーフィンは早く行くと楽しいんですよ。なるほど。スピードが大事なんですね。はい。まあフリーサーフィンとか、まあいつも試合っていう考えじゃない。だとなんかサーフィンもなんかちょっと本気すぎになっちゃうから、なんか楽しい板とか乗る時も、
マジでスピード速いと超楽しいし。なるほどね。じゃあスピードが出る板はケイちゃん好きなんだね。大好きです。なるほど。はい。じゃあみんなスピードが出るボードを持ってると。ヘアカットも結構新しいヘアカットで。まあアメリカで。髪の毛切ったもんね。アメリカだとモーレットって言って、結構もうここだけちょっと長くて。なるほどね。そこもニュースタイルなんですね。ニュースタイルです。わあ、さすがです。調子いいです。はい。で、最後は？最後の2本は、はい。多分みんな結構見てると思いますけども、この板は面白いんですよ。このい。板は、はい。ピカチュウおですね。兄ちゃんのマジックのステップアップのコピーなんですよ。あ、そうなんだ。そうショーのね。小林ショーのね。小林ショーのマジックのコピーで、前オーストラリア2年前行った時に、ステップアップなくて、お兄ちゃんの借りて、マジで超ショックでチューブもいっぱい抜けれたし、そうなんだ。そうだからこれが、まあディメンションは書いてないけども、5-7ハーフのドライバー 2.0 で、ピカチュウで、ピカチュウ。マジでこの板結構アメリカでチューブも抜けてるし、ちょっとステップアップで、普通の板は5.5 で、これは5.7ハーフだから、ちょっとステップアップで2インチぐらい長いんだね。結構分厚いし、チューブもいいし入れるし、ターンも結構ターンもいい。はい。じゃあショーのパワーを受け継いでるんだね。そうですね。まあ結構だいぶトレーニングしてて、なんか板も薄いとなんか走れないんですよ、板が。だからもっと分厚い板これから乗ってて、もっとサーフィンも伸びてるなと思います。なるほどね。そう、まあ日本も波小さい時も結構多いから、まあ分厚い板だと多分セクションももっと抜けれると思うので、まあこれからみんな板をオーダーするんだったらもうちょっとボリューム上げてもいいと思います。なるほど、ボリューム上げて長さを出すのもありと。そうですね。わかります。はい。じゃあラストの板はこれは511だね。これもうステップアップ超えてるね。そう、ステップアップだいぶ超えてます。だいぶ超えてるね。511の 18.44 の 2.35 です。2.35 結構熱いね。熱いです。この板はハワイ？いや、ハワイでも去年使ってバックドアとかオフトボールで使ってて、マジでこの板はチューブもパドルも楽なんですよ。速そうだね。はい、もう結構だいぶステップアップです。長いね。はい。それもカーボン入ってんの後ろに。そうですね。ここにカーボン入れると、僕的にこれを入れると板がそんな簡単に折れないですね。ああ、なるほどね。もっと板長く強くなるんだ。そう。すぐ折れちゃうもんね。はい。ハワイの波は本当にパワーが、世界一多分パワーあると思います。そうだよね。パワフルだよね。やばいね。波が。だからこのストリング、ダブルストリングカーボンここに入れると板もそんなバキッと折れないから、もっとまあパワーあるから板簡単に折れると、また板もらうのが時間かかりますから。そうですよね。はい。それをまあ折らない方がマジックボードも折りたくないもんね。間違いないです。なるほどね。これはでも調子良かったです。調子良かった。パイプラインでおお。切れたので。でかい波用の板ですね。そうですね。まあこれからみんなステップアップを出したいんだったら、これは一応ウィップラッシュなんですよね。あ、ウィップラッシュなんだ。タジの好きなモデルだよね。タジバロのウィップラッシュモデルで、まあグリフィンも多分みんな世界見てると思いますけども、グリフィンもコローヘもタジのウィップラッシュステップアップ乗ってますので、ハワイとかやっぱでかい波はそれを使うんだ。そうですね。サンセットとかみんなウィップラッシュ使ってて、多分サーフィンみんなすごいなって多分思ってますから、なるほど。まあステップアップを出したいんだったら多分タジバロのウィップラッシュのカーボンに入れて。わかりました。それがおすすめなんですね。はい。はい。じゃあ今何本 ?1、2、3、4、5、6本ですね。じゃあこれがだいたいケイちゃんの使ってるクイーバーですね。これがマジッククイーバーです。マジッククイーバーなんですね。ロスサーフボード、バイオレス。これが小林系のクイーバーです。なるほど。わかりました。ありがとうございます、ケイちゃん。ケイちゃんもあれですもんね。YouTube やってるんですよね。そうですね。YouTube これから始めたので、僕の YouTube 小林系にて、チャンネル登録、サブスクライブだっけ？サブスクライブ登録みんな入れてください。お願いします。ありがとうございます。